結局親ガチャや、これ。結論親ガチャだわ。親のせいで私悪くないもんみたいな思考は持っちゃうよねっていうね。苦しいね、現代日本人。うん。親ガチャとかあったらさ、子供も産みたくなくなるんじゃない？結婚することのメリットさ、うん。なくね？どうですか？人生全体的に楽しいですか？楽しく生きようと頑張ってるね。楽しく生きようとしないと、楽しくならないのが人生だと思ってます。おー、学生の頃と比べては楽しい。あ、いい質問だね。いい質問だけど、どうなんだろう。学生の頃とはまた違った楽しさはありますね。はい。単純に自由度が大きいってのはあるよな。あ、そうだね。社会人に俺はなったので、なんか自分で使える、お金的なところが多くなって、お金が増える分、いわゆる自由時間が減るみたいな。社会人になると仕事してる時間が増えて、自由時間が減るみたいな話はあれど、とはいえやっぱなんかお金面での制約が減るのは自由度上がってるかなっていいよね。うんうん。学生って時間的にはめっちゃ自由じゃね？そう、時間的には自由なんだけど、結局まだ自分で稼ぎがないからさ、金そう、銭面で縛られてて、まあ親に依存してるのかな、一般的には。そうね。ああ、でもさ、俺一つ疑問なのがさ、まあ、就職するじゃん。で、うん。就職して、定年っていつまでだっけ？ 65 歳ぐらい？とか70とか。そう、そんぐらいまでさ、ずっと働くわけじゃん。20歳ぐらいから20ちょっと過ぎたぐらいから。はいはい。普通に企業に就職したらもうずっと同じところに留まり続けて、で、まあ同じような仕事を、まあね、何十年も続けるわけじゃないですか。あ、そう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 ね。俺もなんかそれに耐えられるさ、未来が見えなくてさ、就職しないんだけどさ。それは多分、現代的な若者とちょっと思考が違くて、非常にお前は偉い。現代的な若者は、そんなに刺激を求めないというか、なあなあで生きていければ、とりあえずいいや、みたいな、その惰性で、生きていければいいやって思う人が増えてる気がするんですよね。だからそんな、同じ場所で退屈な、変わり映えのない環境で、あの、とりあえず働いておけば、言いなりになって働いておけば、まあ、金もらえるし、そのお金使って、まあ、週7日あるうちの5日働いて、残り2日で、なんか、なんだろうな、適当に自分の興味のあることに、お金使えれば、まあいいでしょう、みたいな。そうああ、いう、でも、諦めてる系思考の人が多いと思ってる。そう、てかあれだよな、頑張っても、どうせ報われなくねみたいのがああ、さ、つそうね、まりなんか、諦め思考ってなんていうのそういうのは。うん。まあ、諦め思考か。頑張ろうと思ってる人はそんないないんじゃないかっていう説は提唱したいですね。もうしかも、あれだよな、もう、散々言われてると思うけども、ネット社会でさ、うん。なんか、すごい人、例えば自分と同世代、同い年とかで、めちゃめちゃすごいことやってる人とかがもう簡単にさ、ネットで見つかるわけじゃん。そうだね。そしたらなんかさ、この人はこのちっちゃい頃からいろんな、すごい教育とか受けてきて、で、今自分と同い年で成功してるのに、ああ、俺は何もできてないや、もうダメだみたいな。うん。結構ありそうだけどね。ありそうだ。いや、だから実際、そういう人が増えてるみたいな印象はありますね。今までというか、ネットがここまで流行る前だと、狭いコミュニティでさ、その中で、まあ、何かしら自分が上位に立てる分野があって、ちやほやされるっていう経験がさ、積まれるんだけど、もう、いうんうん。きなり広いネットの広大な世界に放り出されて、もう全部、すべてのあらゆる分野において自分より上の人を見てしまうと、もう成功体験積めなくて、ああ、もう頑張るのいいや、みたいな思考になっちゃうのは仕方ないというか、まあ、わかるなってのはあるよね、実際。いや、わかる。そうそう、わかるなとはなるよね。うん。しかもあれじゃね、なんか、ネットでうん。めっちゃいろんなツールがさ、無料で使えるようになったわけじゃん。うん。そうしたら、そのツールを使おうか使わないかって意欲の差だから、めっちゃ意欲がある人はいろんなツールを自分で使って自分で、まあお金稼ぐとかでもいいけど、まあ自分でめっちゃ稼いだり楽しい人生を送ったりする一方で、もうやる気のない人はとことんさ、
なんていうか企業の奴隷になるしかないというか。まあそうだね。だし、そっちの方がまあ楽だし、なんか、ちょっと、なんかプライベートのその、週7日のうちの5日働いて、残りの2日使ってその頑張るぞいってやっても、すぐには成果出ないからさ、なんかわざわざプライベートの時間使って、頑張ったのに何も成果得られなかったわ、萎えるわ、みたいな感じで。ほなもう頑張んのやめよう、みたいな思考に、いやーそう、陥ってもう悪循環にはなっちゃうよね、みたいな。だいたい自分の人生こんな感じになるよなみたいなネタバレ結構なんかそう若者やる気なくしてるみたいな話は聞いたことあるね。なるほどね。ネタバレ、人生のネタバレっていうのはいい言葉ですね、非常に。そうそうそう、なんか親ガチャとかいう言葉があるじゃないですか。ありますね、日本だとすごい流行ってるね。そうだからなんか親がそんな能力高くないから、いや自分もどうせダメでしょみたいな、そんなことはないんだけど、やってみないとわかんないんだけど、うん実際傾向としてはそういう傾向はあるから、うん。うん。なんかその傾向を自分にも当てはめて、親が無能だから俺も無能で、別に何かチャレンジしてもどうせ成功しねえよみたいな。っていうのと、あとはまあ親が無能というか、親になんかこういう、なんだろう、何でもやらせてもらえる環境を整えてもらえなかったとか、親から勉強させてもらうような環境をもらえなかったとか、スポーツやらせてもらえなかったから、親のせいで私悪くないもん、みたいな思考は、持っちゃうよねっていうね。苦しいね、現代日本人。うん。てか、親ガチャとかあったらさ、子供も産みたくなくなるんじゃない？いやでもあれか。いやごめん、それはあれだな。みんなそこまでは考えてないか別に。単純に金がないから子供を産めない。だから自分が外れ側の人間だっていう風にまでは、なんだろう、外れの親だとまでは思ってないんじゃない？そこまで考えてはなさそうだけどな。だから、なんか、子供を産まないと、さっきの親ガチャ云々はまた切り離して考えて良さそうだけどね。自分が外れの人って自分が外れと自覚するの難しそうだよな。そうだね。あ、まあそうだね。それで言うと確かになんか、もう自分は頑張っても仕方ないって思うけど、それでも、なんか自分は外れの人間だとは思う人少ないんじゃないかな。まあそうね。だから、まあそれとは切り離して、まあ単純に金の問題か金がないから、うん。まあ子供を産まない。だね。金がないから。あ、どうなんだろうね。金の問題なのかな。金の問題で言うと、まあ、ニートとかは仕方ないけど、就職してる人、それこそ企業勤めで、とりあえず働けば、とりあえずお金はもらえるみたいな人は、金の問題はクリアしてんじゃないかなって思うけどね。そもそも結婚率が低くなってるから子供もそもそも生まれないよねって話だったかな。まあ、それは、さすがにありますね。で、なんで結結婚婚しないのね。かっていうところだよね。結婚したいですか？まあ、するならするし、しないならしないだろうね。なんかなるようになれみたいな。そんな感じだね。なんだろうね。だから、現代において、なんか今までだと、結婚しない人が変みたいな風潮がさ、はびこってたじゃないですね。か。うん。だけどなんか今だと、それこそ、ネットが広がってて、別に結婚しないっていう選択肢もあるよみたいな話が広がったりとか、なんか、結婚することのメリットって何みたいな、言う人が増えてるし、まあ実際、なんか結婚に対するメリットをうまく、見つけられてないのはあるので、結婚することのメリットさ、うん。なくね？絶対責任が伴うじゃないですか。ああ、なるほどね。例えばお金の問題とかだったらさ、自分で好き勝手やってさ、全然お金なくなったってなったら、まあそれは自分が悪いってなってさ、それが影響を及ぼすのは自分の人生だけだけどさ、子供とかパートナーとかいたらさ、自分の失敗がさ、家族全体に波及するじゃん。それは、ありますね。で、お思い出したわ。思い出したとか思いついたわ。結婚するはい。ことのメリットは、一つあるのは、あれじゃない？イベントが、まあ、まあ、継続する。結婚することによって。それこそ、あ、子供の、だから、なるほど、さっき俺が言った、うん。就職して何十年も同じような毎日を繰り返すっていうところに彩りが生まれるのか。そう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 、まさにそれだね。あれじゃん、だって我々結婚してない身から言うと、まあ大学、まあ仮に、まあ高校とか卒業して、
就職する人もいるだろうし、まあ、高校を卒業して大学入って、就職っていう人もいるだろうけど、まあ、就職しない場合はもうそこで、それ以降特にイベントを自分から作んなければない。能動的に動いてさ、作んない限りイベント発生しないし、まあ、就職しちゃったらそれこそ能動的に動かない限り何もイベント発生しないけど、結婚して、で、しかも子供もできちゃえば、なんかそんな頑張んなくても自然と流れに身を任せてイベントが発生する。受動的にイベントを受け取れるから。子供産んだらガチであるじゃん。イベント発生し放題じゃん。そうそう。強制的にね、良くも悪くも、良いイベントも悪いイベントも何でも発生するから。だから彩りが生まれるってのは本当にある意味メリットだね。それはね、なるほどって感じですね。それは僕もそう思いました。でもどうなんだろう、なんかイベントごとが増えたから結婚しない人が増えたとは言えないよね。いろんな趣味まあなんていうのかな、まあね、全部全てがネットに関わるんですけど、まあね、で個人でさ、いろんな人と気軽につながれて、気軽に関係切ることもできるじゃん。はいはいはい。気軽に関係切ってまたネットの別のコミュニティに入って一緒に遊んで、でしかも無料でいろんなゲームとかも YouTube とかもそうだけど、大量に娯楽が存在してるから、別になんとなくイベントが発生してる感じの人生を作り出しやすくなったんかな。なるほどね。なんかあれか、イベントの規模はちっちゃいけど、ちっちゃい規模のイベントが断続的につながってるから、まあこれでええかってなる人が増えてる説はありそうだね。めっちゃ今簡単に関係切れて簡単に関係作れるって言って思ったんだけどさ、家族ってか、まあ例えば誰かと結婚するってなったらその人とずっと一緒にいるわけじゃん。おー、確かに。しんどくね、さすがに。確かになんか。結婚したらさ、簡単にブチって切れないじゃん。離婚届とか多分書くんでしょ。で、もしその離婚の理由が、なんか結構なんか悪い感じの、あんま良くない感じで別れ方するってなったら慰謝料が発生するとかさ。そうだね。いや、言われてみれば、慣れすぎちゃった、関係性の薄さというか、気軽さ。簡単に関係作れるし、切れることに慣れすぎた結果、簡単に簡単に切れない関係性を持つ精神的負担が強すぎて、ちょっと結婚無理、みたいな思考になるのはあるな。それかもしんないわ。現代人だ、俺。自己分析できた。俺それかもしんない、結婚したくない理由。現代人だったわ。でも結局、そうね、諸悪の根源というか、まあ、良い効果ももたらしてるけど、ネットによってそういう、なんだろうね、思考が植え付けられたというか、そういう慣れを、なんか、そうだね、植え付けられてるのは、現代日本人あるあるだね。そう、なんか、よくさ、何でもかんでもネットのせいにするなってあるけどさ、実際あれじゃね、なんか、もともと人間にそういう、性質があって、で、それをアクティブな状態にしたのは、結構ネットじゃない。ネットが原因っていうか、ネットがきっかけたのは結構間違いないよね。いい言葉だ。いや、確かに、ネットのおかげで、マイナスなことばっかあるって言えど、情報が、なんかあれこれ誰でも取得できるようになったから、初めの話に戻るけど、やる気のある人、能動的に情報収集したりとか動いたりできる人にとっては、マジで強い世界というか、天国みたいな環境ではあるから、それもあって、なんか本当にネットに飲まれた人はどんどん下降傾向にあるけど、ネットを使いこなせてる人はどんどん上昇傾向にあって、めっちゃいろんな格差が広がってるってのは、ありますね。でさ、めっちゃ面白いのがさ、ネットでなんかいろんなことが平等になったみたいな、いつもいろんな人がいろんな情報に平等にアクセスできるようになったと言いつつも、意外と例えば受験とかだったらさ、どこの高校出身の人が東大に進学してるかみたいに見ると、上位ほとんどもなんか東京の有名高校ばっかなんだよね。なるほどね。だから結局なんか YouTube とかでさ、講義とかあるじゃん。高校数学とかあるね。だから誰でも本当に無料でハイレベルな講義受けられるぜみたいな環境あるよね。そのくせ結局上部構造は変わってないっていう悲しみもありますよ。なんだろうね。真の平等は真の不平等だみたいな哲学だ。
何それお前の言葉今思いついた俺の言葉にしてくれ。かっこよすぎだろ。やっぱりその環境の問題とかもまあ丸々含め、なんか全部、なんだ、外的要因がどんどん平等になるにつれて、内的要因による部分で差がつき始めるから、本当なに地るほど。頭の良さが、目に見えて現れすぎている。今まではなんか外的要因で、それこそ、なんだろうね、まあ、なんかうまいこと住んでる地域とかで、うまいことなんか個人の能力の低さを補えた部分がもうごまかしが効かなくなって、本当にできるやつが輝きすぎて、なんかできないやつはもうできない分類。でも、そうだよね。みんなが大体同じ情報に触れてたとして、でそれでじゃあ、何で差がつくのって言ったらさ、それ地頭だよね。そうだよね。まあ、で、その地頭を鍛えられるのが、まあ、幼少期。だから結局家庭環境とかがすごい影響してくるのかな。いや、これはね、それは生きづらいわ。あ、そう。いや、だってなんかよくわかんないけど、幼少期についたさ、うん差ってさ、なんか埋められなさそうじゃね。まあ、埋められないし、結局だから、そうだね、成功体験っていう話もあるしさ、それが、幼少期の成功体験、結局ずっと大人まで影響してくるしな。なんか失敗ばっか続いてたらさ、ね、そのまま、いや、どうせやっても無理なんだから、もうこのままでいいよ、みたいな。そうなるから、なんかの能力的な話も、経験的な話も、幼少期の影響でかすぎるから、結局親ガチャなんや。結局親ガチや、これ。結論親ガチだわ。お疲れ。でも、あれ関係ない。親ガチャとか俺は関係ないから、自分のこと天才だと思ってるから。それはね、非常にいい。関係ない。ポジティブマンや。